ちは、ふーです。なんと今回は半年ぶりに3連休が取れました。ということで、ずっと前から行ってみたかった山奥にある無人の集落、夏焼集落に行きます。ふーチャンネル史上最長の800キロの長旅ですよ。いつもよりナレーション多めですが、よかったら最後までお付き合いください。今回のスタートは山梨県にあるほったらかし温泉です。まずはほったらかし温泉名物の卵かけご飯を食べますね。卵かけご飯の味噌汁セット1つください。味噌汁セットはい、一つ。お願いします。富士山を眺めながら美味しい卵かけご飯を食べて温泉に入ってきました。贅沢な朝ですね。これから目的地の夏焼集落方面に向かいます。夏焼集落まで行くには山を迂回しないといけないので、距離にして230キロほどあります。これだと着く頃には日が暮れてしまうので、途中にある長野のキャンプ場で1泊して明日夏焼集落に向かうことにしました。ちょうど夏焼集落から1時間ぐらいのところに白びそ高原オートキャンプ場がありました。予約も取れたのでこれから向かいますね。キャンプ場までの道は舗装されていない道や岩や倒木があってワクワクしました。ジムニーの本領発揮です。白びそ高原オートキャンプ場に着きました。目の前に雲があって、雲の隙間から見える南アルプスの山々がとても綺麗ですよ。あれが南アルプスの山かよくわかんないんですけどね。オートキャンプサイトには家族連れが2組いるだけで空いていました。それでは準備していきますね。今回新しい小型アクションカメラのインスタ36053を導入してみました。胸元にくっついている白いのはカメラなので気にしないでくださいね。一人称視点はこのカメラで撮影してみます。乾杯。炭がしけってたみたいで、焼き鳥が焼ける頃には日が暮れていました。やば。夜に目が覚めて空を見上げると満天の星空が見れましたよ。こんなに綺麗な夏の星空は初めて見たので感動しました。起きたら快晴でした。寝坊したので朝ごはんを食べてさっさと撤収します。ジムニーの上で食べるバナナは美味しかったです。今日はいよいよ夏明け集落に向かいます。
距離は60キロほどなので、ここまで来れば朝飯前ですね。夏焼集落までは天竜川を152号線に沿って南下して行けばたどり着けるみたいです。天竜川沿いはのどかな街並みが続いていて、走っていて気持ちがいいですよ。川沿いを走っていると木造校舎見学自由って看板があったので寄ってみることにしました。木造校舎は木沢小学校というそうです。木沢小学校の手前にトトロのバス停がありました。時刻表までしっかり書いてありましたよ。木沢小学校に着きました。校内見学自由とのことなのでゆっくり見学していきますね。当時のことはよくわかりませんが、木の香りや雰囲気がとても懐かしく感じられて楽しめましたよ。素敵な場所なので皆さんも機会があればぜひ行ってみてくださいね。予定外の寄り道をしてしまったので、このまままっすぐ目的地に向かいます。目的地は夏焼集落の最寄り駅の大空駅です。大空駅に無料のレンタル自転車があるそうなので、駅から夏焼集落までは自転車で向かいたいと思います。ここでトラブルが発生しました。大空駅に向かう唯一の道が通行止めでした。ここまで来て諦めるわけにはいかないので、ジムニーで稲子沢駅という駅まで行って、そこから電車で大空駅まで向かうことにしました。ということで稲子沢駅まで引き返します。稲子沢駅に着きました。山奥の無人駅で電車は2時間に1本です。ちょうど20分後に電車が来るみたいなので、それまで駅を散策しますね。すごっ。あれやせあれここが大空駅です。次の電車は2時間後で、それを逃すと大変なことになります。ここでまたトラブルです。無料のレンタル自転車が利用停止になってました。駅から夏焼集落までは歩いても行けるので歩くことにしました。
次の電車はちょうど1時間後です。気長に待ちますね。今日はその辺の適当な場所で車中泊しようと思ってたんですけど、本当に疲れたので贅沢して旅館に泊まることにしました。明日は伊豆にあるバイカーズパラダイスに行きます。静岡を通るルートは土砂崩れで通行止めだったので、山梨の方に迂回していくことにしました。ということで山梨の方の旅館で一泊して疲れを取りたいと思います。山梨に着く頃には真っ暗になってました。少しでも節約するために旅館は素泊まりで予約しました。ということでコンビニで食料を調達してきますね。旅館に着きました。ちょっとしたトラブルがあって予定した部屋より白い部屋に案内していただきました。天気がいいと富士山が見えるそうですよ。早速温泉に行って大量にかいた汗を流してきますね。乾杯。これからバイクに乗ってきます。これから伊豆スカイラインを通ってバイカーズパラダイスに行きます。前回乗れなかった新型のエストリアになりますよ。レンタルバイクが営業していることを事前に確認しておいたので、今回こそ乗れますよ。天気も良く絶好のバイク日和なのでめっちゃ楽しみです。晴れの日に走る伊豆スカイラインはとても気持ちがいいですよ。けど伊豆スカイラインは飛ばす人が多いんですよね。猛スピードのバイクやイカれた速度でイエローカットしていくポルシェを見たことがあります。後ろを気にして速い車が来たらすぐに譲ってしまえば安心ですよ。この日は日本の名所たちを見ることができましたよ。とてもかっこよかったですよ。イニシャル D 仕様の86もいましたよ。バイカーズパラダイスに着きました。これからレンタルの申し込みをして伊豆スカイラインをバイクで走ってきますね。ありがとうございます。はい、すいません。今回もかっこいい展示車がたくさん並んでましたよ。スズキのハヤブサもありました。バイクで 1300cc もあるなんてイカれてますね。私には乗れそうもありません。初めてインジェクションのエストリアに乗ってみましたが、全てがスムーズですごく乗りやすかったです。
排気音や振動はキャブ車の方が楽しめそうです。一長一短ですね。いやー、絶叫を拝みながら乗るバイクは最高でした。最後に駐車場で記念撮影をして終わりますね。今回の動画はここまでです。いやー、だいぶ長旅でしたね。行きたかった場所は行けて、やりたいこともできたので充実した旅になりました。長い動画でしたが最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあまたね。